私ハンセン病全体について、申し上げるほどのそういう深い考え方を持っていないんですけれども、2、3年前から宮崎和恵さんっておっしゃる方の関わりができて、その方を通してね、私は宮崎さんと関係ができた時に神様はあの方を知ることで私の最後の仕上げをしようとしてらっしゃるかなと直感したんですね。私のわがままをね、あの方が直してくださると、そう思っておりました。で、宮崎さんのお書きになったものの中にね、雷を病むということは人間技ではないのだっていう一言があるね。で、その内容を宮崎さんに伺ってみると、今日の私の幸せは雷を病んだことによって出来上がったと。人間技ではないと思うっていうのはそのことですっておっしゃったの。今あるのは雷のおかげだと、こういうふうにおっしゃった。私その深さっていうものはね、一通りや二通りのことではないと思う。で、あの方は10歳の時から愛生に入って、そして戦争の経験をその時はあそこは食べ物も少なく、子供の身に余る労働もしなければならなかったしね、たくさん泣きたいことがあったと思うんだけれど、それも全部自分自身を完成させる方向に収めていらしたのね。40代だったかな、長いことあの方はうつを患ったのね。旦那様がいい方でそのうつの和江さんをずっとお支えになった。で、それを患いながらあの方は雷を患うという意味を自分の中に完成させていらしたんだと思う。で、これはね、並々のことではないですね。あれほど綺麗な日本語でね、電話でお話しできる方ないわね。とっても綺麗な日本語を使いながら、で、誰があの綺麗な日本語をあの方に教えたっていう、そのお手本はなかったと思いますよ。本を読むのが好きだったっていうことだけだった。でもお話ってものは相手があってのことでしょ。で、相手もないのにね、どうしてあんな綺麗な日本語を使えるのかと思ってね、珍しいわね。で、今私は雷って言ったけど、あの方はね、ハンセン病っていう言葉使うの嫌いって。病気の真実を言えていないような気がするっていうんです。だから雷は雷だって、あの方のお書きになったものに長い道という本がありますので、皆様これをお読みになるといいと思う。それからもう一つ仲良しのなん
なんておっしゃったかな、カズちゃん。あの方の亡くなるまでのことを書いたあの温かさがあったから生きてこれたんだよっていう本がございます。でそれ両方読んでくださるといいと思います。まあ私は本当に最初申し上げたけど、自分のわがままを宮崎さんをお手本にして直していきたいと思っています。Think now ハンセン病